はい、こんにちは、サウンです。この日本旅行の本当の主人公を紹介します。この鹿注意って警告から始まる今回のストーリーは奈良です。公演の始まりから出会う鹿様のめっちゃかっこいい姿と、飯持ってきたかみたいな感じで警告してる目です。めっちゃ見られてます。でもその光の下にいる鹿さんたちはめっちゃみんなが惚れそうな感じですよね。ならこの鹿に惚れるしかない理由をこれから皆さんに紹介しようと思います。一応鹿公園の有名な東大寺に来ました。この東大寺って1300年ぐらいの歴史を持っている建物なんですけど、その建物ってもともとは今より 1.5 倍ぐらい大きかったらしいです。それでこの中はここ来たら絶対に見ないといけない15メートルの大仏の前です。この大仏はめちゃくちゃ大きいで、うわーってなっています。この東大寺に来たら絶対必ずしないといけないミッションがありますけど、この狭い穴を通れるか通れないかをやってみないといけないです。その穴を通られたらめっちゃいい服をもらいますっていう話があります。僕はその穴を通ってみようと思ったんですけど、こんなめっちゃ太ったかどうか知らんけど、肩もお尻も全然入らんくて、そのサイズ僕には合わなかったです。でもなんでか知らんけど僕の友達はスムーズに通ってて、これはちょっとほんまに悔しかったです。皆さんだったらそれ何回目で成功できそうなんですか？僕は何回をチャレンジしてもできなかったです。これからは鹿にアプローチ行こうと思います。一応鹿せんべいを買いました。その現地の観光客もみんな買ってるその鹿せんべいをとりあえず準備しないといけないです。この鹿せんべいを持っていたらもう 0.5 秒で鹿に持てることになります。これからのもう一個のチップは、もう公園の真ん中にいる鹿たちはもう9時を終わった VIP さんたちなんで、僕らはもっと歩いてちょっと離れてるところで鹿せんべいを渡そうと思います。こんな感じで手を振ってここで食べてくださいって言ってるんですけど、この僕のやり方で鹿が来てくれるかどうかはわからんけども、やっと来てくれて、僕の手味がついてるか、もう僕はかっこいいか来たかは知らんけど、渡した鹿せんべいを美味しく食べています。道路のいろんなところに鹿飛び出し注意っていう警告があるんで、ここはほんまに野生の鹿がいっぱいおるから、ほんまに気をつかないといけないです。みんな道路を歩くときも運転する方はぜひ必ず注意しないといけないです。しかもご飯を食べたし、僕たちも疲れたからこれからはエナジーチャージをしにご飯食べに来ました。このご飯ってどこかの資料か知らないんですけど、日本の20代が一番好きな現地の食べ物5位以内になる食べ物らしいです。でもほんまかどうかは知らないです。ご飯食べた後はこのまた鹿公園でゆっくり散歩したらめちゃくちゃいいところだと思います。この鹿と一緒に写真撮ったらほんまにインスタ映えできるんで、みんなでも注意しながら鹿と写真撮ったらいいと思います。ほんまにここどこやみたいな感じで綺麗な景色も見れるし、綺麗な鹿も見れるところなんで、ほんまに癒される。それとも実際に見たらほんまにうわーってなるところでした。ほんまに今日の旅行で感じたのは、鹿はこんなイケメンの鹿せんべいにも騙されずに自分が食べたい時ちゃんと食べる動物、賢い鹿なのを感じたし、友達と旅行したらこんな感じで僕がめっちゃ太った人で感じるのもありますよね。でもこれがめちゃくちゃ面白いからこの動画の一個のコンテンツにもなるのも嬉しかったです。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。